不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回のお話は日常の中に潜む非日常のお話です。これは福岡市にお住まいの女性、仮名ですが遠藤さんからいただいたご本人の体験談です。遠藤さんはお仕事もされていますが普通の主婦で、ある日家のコーヒーメーカーが壊れてしまったので新しいものを買いに行くことにしたそうです。遠藤さんの家からさほど遠くないところに大型スーパーがあり、何でも安く電化製品のコーナーもあるので、そこでコーヒーメーカーを選ぼうと思いました。大型スーパーの広い駐車場に車を止めて、遠藤さんは早速エスカレーターで2階の家電売り場に行きました。平日の昼間でしたから買い物客はまばらで空いていたので、遠藤さんはゆっくり商品を選ぶことができそうだなと思いました。そして広い売り場の端にキッチン家電のコーナーがあり、遠藤さんはすぐコーヒーメーカーが並んでいる棚を見つけることができました。遠藤さんはどれが小型で使いやすいかななどと考えながら商品を見ていました。するとちょうどコーヒーメーカーの棚の隣に電気ポットが並んでいて、そのポットを年配の夫婦が見ていたそうです。その夫婦は年の頃で70代後半ぐらいに見えたのですが、仲睦ましくどのポットがいいか探しているようでした。旦那さんはひょろっと背が高く、耳に補聴器をつけている人でした。奥さんは小柄な人で、2人とも物静かに商品を見ていました。遠藤さんは心の中で、年をとっても仲良くていいなとなんとなく思いながらコーヒーメーカーを手に取っていました。ここの並んでいる商品はみんなディスプレイ用の見本ですから、買いたい場合は在庫を確認してもらう必要がありました。そこで遠藤さんは店員呼び出しベルとかないかと見回しました。でもどうもそんなベルやスイッチはなさそうでした。その時ちょうどあの老夫婦の奥さんが遠藤さんのすぐ脇の電気ポットを見ていて、どうやら店員さんにポットの在庫を聞きたいようで、そわそわ周りを見渡していました。そこで遠藤さんは、このコーナーに店員さん呼ぶスイッチとかはないんですよねと話しかけてみました。すると奥さんが、私もいつもレジに行って呼んでくるんですよと言ったので、若い遠藤さんは私呼んできますねと言ってささっとレジの方に歩いて行きました。そしてレジから若い男性の店員を連れてきたそうです。老夫婦の奥さんは遠藤さんにお礼を言うと、店員さんに二言三言何か頼んでいました。それで店員さんは脚立を持ってきて、上の棚にある電気ポットの在庫を取ろうとその脚立に乗りました。するとさっきまでずっと静かに様子を見ていた老夫婦の旦那さんの方が、その店員さんの乗った脚立が動かないように気を利かせて両手で押さえたそうです。それを見て遠藤さんは優しい人だなぁと思い、ふと何気なく旦那さんの顔を見たそうです。その瞬間遠藤さんに旋律が走りました。旦那さんは遠藤さんの方に顔を向けていたのですが、その目が真っ白だったのです。黒目がなく白目だけだったそうです。遠藤さんはぞっとして、この人周りが見えているのかなと驚きました。目の何かの病とも考えられますが、例えば重症の白内障でも瞳の痕跡ははっきりわかります。でも旦那さんの目は本当に白目だけだったのです。そしてこの時遠藤さんがその旦那さんに感じた違和感は尋常ではありませんでした。でも奥さんも店員さんも特別旦那さんに注意を払うわけでもなく、存在すら気にしていないかのように
平然としていました。その時遠藤さんはふとそういえばとおかしなことに気がついたそうです。さっき最初に売り場でこの老夫婦を見かけた時から今までその老夫婦が会話をしているところを一度も見ていなかったのです。確かに仲良さそうには見えましたが、2人はずっと黙っていたことに気がつきました。普通だったらこれいいわねとかどう思うとか一言二言話すものですが、奥さんには旦那さんがいないかのような振る舞いをしていました。でも遠藤さんには紛れもなく旦那さんは生身の人間に見え、今も目の前にいます。遠藤さんはしばらく呆然と様子を見ていました。すると老夫婦の奥さんは店員さんから受け取った在庫のポットをカートに入れて、そのままその旦那さんと一緒にレジの方に歩いていきました。遠藤さんはその後ろ姿を見てハッとしたそうです。それは遠藤さんのその老夫婦を最初に見た時のその第一印象で、何を無意識に思っていたかを急に思い出したのです。仲のいい夫婦だな、旦那さんは亡くなっても今も一緒なんだなと、そんな不思議なことを一瞬でしたが頭をよぎっていたことを思い出したのです。今から思えばなぜそんなわけのわからないことを思っていたのか不思議で、ひょっとして旦那さんの姿が見えていたのは自分だけだったのかもしれないと気がついたそうです。第2話。このお話は特にプライバシーの保護の観点から事実関係を損なわない程度に一部再構成しています。これは実は私自身の話なのですが、それは昨年の話で、お正月もあっという間に過ぎ、1月も中旬に差し掛かった頃でした。その夜、一人暮らしの私はいつものように自宅の寝室のベッドで寝ていました。もう18年住んでいる家ですが、特におかしな現象はここでは一度もありませんでした。怪談チャンネルを始めてたくさんの怖い話を聞いてきましたが、気のせいや暗示も含めてその影響もなく、この夜もよく寝れていました。さて、しばらくして夜中の2時か3時くらいになっていたと思います。冬でしたからベッドの布団を顔がすっぽり隠れるくらいかぶって、やや右横に体を傾けて寝ていました。するとふとどこかからかすかなラジオの周波数を合わせようとしているようなキーンという金属音が聞こえてきました。あれと思うと、その金属音の中に複数の人の話し声も聞こえてきました。それは甲高い声で女性のようにも聞こえたので、私はぼんやりと外で誰かが話しているのかなと前の通りの通行人の声かと思いました。でもよく考えればそんなわけがないのです。いくら東京でも住宅街ですから、真夜中でこんな時間に普通に外で話しながら人が歩いているわけがなく、どこから聞こえてくるんだろう、そう思ったほんの 1,2 秒後でした。突然私のベッドの布団の上にドスンと何かの塊が落ちてきたのです。びっくりして私は一瞬で完全に覚醒してしまいました。いきなり何かが天井から落ちてきたんですから、度肝を抜かれました。それはちょうど猫か小型犬くらいの大きさの柔らかいもので、私の心臓の横あたりに落ちてきました。その時体を少し右に傾けていたので心臓を直撃はしませんでしたが、ちょうど胸脇腹にその塊はありました。昔小型犬を飼っていたのですが、それが布団に落ちてきたらまさにこんな感触だったのではないかと思ったので、
最初その犬が化けて出てきたかと一瞬でしたが思ったくらいでした。でもそれとは違う異様な違和感を感じました。するとその塊は布団の上でくねくねとうごめいていたのです。それはまるで犬や猫が背中がかゆくて布団に背中をこすりつけているような動作でした。でもそれは犬でも猫でもないとすぐ分かりました。とても不思議なのですが、私にはその塊の姿が見えていたんです。布団で顔を覆っていたので、その布団の上にあるものが見えるわけがありません。でも信じられないかもしれませんが、私には全貌が分かりました。よく心霊体験で目をつぶっていたのに霊の姿が見えたという方がいますが、まさにそれと同じ現象で脳で見ているのでしょうね。そのうごめくものは肌色をした巨大なウジ虫のようで、それには腕のような節が2本出ていて、くねくねと体を布団にこすりつけていたのです。気持ちの悪いウジ虫の化け物のようでしたが、もう私は心霊体験は何回もしているので、こんな小賢しい小物に負けてたまるかと思いました。そこで思いっきりその化け物に向かって「やめろ!」と怒鳴りました。すると一瞬にしてウジ虫の化け物は消えてしまい、部屋の張り詰めた空気もなくなりました。しばらくベッドの中で様子をうかがって、もう大丈夫と思ったので気分を切り替えてトイレに行き、また寝に戻りました。ここまでは私だけの体験ですから夢だったのではと言われても仕方がありません。さて、その日の朝でした。平日の朝9時前だったと思います。突然私の携帯が鳴ったので、誰だろうこんな朝からと見ると、それは友人のマークさんでした。彼とは私が海外に住んでいる時からの長い付き合いでした。マークさんは大変霊感の強い人で、島田秀平さんのお階段巡りにも霊能者枠で出演したことがある人です。大手外資系企業のエリート社員ですので、とにかく忙しく、そんな朝からそれも電話してくるなんてことはまずない人でした。ですからびっくりしましたが、すぐになんで電話してきたか分かっていました。そこで電話に出ると、私の方から「どうして電話くれたの?」と聞くと、いや、ゆりさんが気になったから何かあったでしょうというのです。ああ、やっぱりさすがマークと私は思いました。そこで昨夜のことをすべて話して、あのウジ虫の化け物の正体が一体何だったのか霊視してもらうことにしました。するとマークさんは、最初に金属音のような音が聞こえたというのはあまり良いことではないですねと言いました。そして、ゆりさん、ここ最近誰かに会いませんでしたか？それもしょっちゅう会ってる人ではなく、久しぶりに会ったという人いませんか？多分女性です。そう聞かれました。私はもう考えるまでもなく、すぐ一人思いつきました。それは1月4日だったのですが、本当に4、5年ぶりに学生時代の女友達と久々に会っていたのです。彼女から元旦に LINE で新年の挨拶メッセージをもらったことがきっかけで、本当に久々に会いましょうということになりました。マークさん曰く、おそらくその女性の強い念ですということでした。その友人の心の奥には、私に対して良くない気持ち、妬みのようなものがあり、それが念となって私に飛ばしたということでした。あのウジ虫の化け物は彼女の念が具現化したものだそうです。つまり生き量とも言えるのかもしれません。マークさんは
友人が私を嫌っているのではなく、無意識の妬みがあったのだろうということでした。だから友人は自分が念を飛ばしていることを知らないそうです。そして今それに私が気づいたことは、無意識に彼女も気づくので、これ以上この話はしない方が良いということでした。私は彼女に妬まれるほど順調な人生ではないんですが、人の心は難しいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。